この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。よし。じゃあ行きましょう。次、ネクストエピソード。理想を信じて拳を握る。今は固く握られた手でも、いつかお前の手を握られるように。握れるようにか。お、何やこれ。そうでございますか。富士宮が館倒しを。あん館倒し。静筆とした和室に芯の通った声が響く。声の主は老境の女性だった。ガッシュ香る、和服に身を包んだ清楚なオウナ。その瞳は深く、何やこれ、祝と佇むも、カンバスに刻まれたのは、関空のシワである。なんつったかわからん。それは彼女の人生が決して生優しいものではなかったことを示す商標だった。しかし、その背筋は衰えることを知らず、老子たる古きか大樹を思わせるように揺らぎなく伸びていた。まるで老練とした武芸者か、技芸を極めた名名を思わせる、如細な佇まい。いすまいか。佇まいでいいか。いや、清掃を重ねても女性は女性。ならば、武芸者などと武骨を称するのはいささか礼を失するか。ええ。果実、富士宮より正式に付記の訴状を受領しました。おう、いよさん。これにより、こたびのひもろぎ継承の儀である現行の祝い宮宗主代行、すなわち、五木の直哉の宗主体感に、意がかけられたことになります。どういうこと？ああ、そういうことか。ひもろぎ継承の儀。ああ。はい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 。宗主体感。ということは、何かしらの、今和の家の当主、宗主か知らんけど、になるのを、待ったって言った奴らがおるんか。一方、対するはまるで氷でできた細工の、なんか、とりあえず彫刻のように、一切の温度と一部の無駄も排除したかのような、見目麗しくとも霊言とした女性だった。一見するに名器に廃棄する女執事を思わせる虚素。しかし身にまとう気配は、名うての鬼人も格やという匂い立つような品格である。相対する老王と比べれば祖母と孫ほども隔たりのあるその弱霊の女性は、しかし年の経定をものともせず淡々と己が試すべき役割を、果たしていた。筆境するにその役割とは、もとより野心を隠さぬ愚犯の家とは思っていましたが、いえ、むしろこの800年、猶予年にもなる月日、年月の中、よくぞここまで力を蓄えることだけに不信したと言いましょうか。しかし、そうでございますか、伊予様。お役目方であるあなた様が当家にご来がくださった時は、よもやとも思いましたが、そうでございますか。ついに我がひなもりの女に親方様からのおげちが下されるのですね。
あくまでも平成に。しかしごくわずかな歓喜の色を隠しきれないオーナの言葉に、妙齢の女性、イオは、言葉なくただ沈黙をもって応じた。イオに与えられた役割、それはすなわち祝い宮の本流である、五木の家から使わされた、みこと餅であり、同時に分家頭の一中である、一頭でいいのかな、一中でいいのかなである、ひなもりと呼ばれたこの家の真意を正す、佐庭でもあった。なるほど。ならば目上の方のオーナが最上の礼節をもって年若い使者に応じるのもうなずける。稲森の代表として客人をもてなすオーナの装いは、前後5箇所に家紋が施された最上級の第一礼装。さらにはオーナと救助とした態度を見るまでもなく、名のある旧家が己の庭にてこれほどまでに礼儀的タランとする相手、イオと呼ばれた女性はつまりそれほどの賓客であった。打足ではありますが、すでに富士宮の付近の訴状に賛同する分家頭として宮下、譲原両家の声明を受容しています。イオの言葉に短足とも苛立ちとも取れる古希をつくオーナ。オーナは思う。時代の変遷とともに、移ろいゆくのもまた人の心の、宿業だというのはうなずける。だが人の心の本懐にあまねく美意識、特に礼節をもって主に臨む、我々分家の誇りとも言うべき忠義奉守の信念を失って何とする。この親殺しを良しとする理がどこにあろうか。うがれた葉が森を枯らす道理がどこにあろうか。裏がれたか。それらすなわちおしなべて恩をあだで返す所業。恩をあだで返す者はあだを信じるがゆえに人を信じられない。なるほどね。そうしていびつに古代した、人の道理に合わぬ力など、一体この人海のどこで振るうというのだ。所詮模擬道の行き着く先は鬼畜道。それは自ら人の心を吐きし、欲に飢えた細老のごとく身をやつすも同じ所業ではないか。だが栄枯衰退が世の必然であれば、海が権威の簒奪を目論むのもまた人の世の筆定。オーナは近頃富に異様を増して上座に腰を光らせんとする希代の簒奪者富士宮の家を思って儚んだ。名を崩され、霊落に甘んじたとはいえ、意味軸も元は祝い宮の第一継承家。宮下も譲原もその直系の家ならば、承服することもまたやむを得ないのでしょうね。だからもともとこの祝い宮の、トップだったのが何かの理由で、そのね、兄弟の家の多分そんだけ勝ち気の強いお父さんとお母さんだったからそれに持ってかれたんやろうな、きっと。でそこで、なんだろう、復讐やの復讐。しかし分家頭立家のうち富士宮も含む3家もが、日本家に反旗を翻しますとは。なるほどね。派閥ってそういうもんやな、結局。
そういうことなんやな、派閥っていうのは。なんか結局政治とかと一緒よ。ほら、与党と野党だけじゃなくてさ、与党は与党で〇〇派とかあんねえか、結局。自分の思想が合う人たちと徒党を組んでさ、なんかそういうことか。なるほどね。だからその富士宮っていうのが、多分、あれよ、五木宮、この兄弟たちの家に正当な後継者、我が家の家系というか、ね、分家本家のいろいろな図がありますけど、そいつの正当後継者はうちだ。実力も何もかにもうちがあるんだ。その席を譲れみたいな感じで、なんか決闘みたいなのを挑むっていうことなんかな。失礼を承知で申し上げますれば、残りの2家は何とお答え申されましたか、お聞かせ願えませぬか。結城は回答を保留しています。そりゃそうやろな。ですが、当代の結城当主にあたる結城かすみは、現在、英国より渡航の準備を始めています。お、ここで出てきた例の魔女。はあ、ここにこれが登場するんか。なるほどな。でもあの流れで言ったら多分味方になってくれるよな。あんまこういうことベラベラされると良くないんか。おそらくは、五木野の宗主代行と富士宮当主の趨勢を見極めてから賛議するのではと試験します。なるほどね。有利な方に傾くぞと。まあでも確かにそうだよな。ほら、あの魔女さん、まずは観察が大事って言っとったのか。で、英国から帰ってきたばっかで、こっちのお家事情とかも知らんはずやから、まずは観察のために生還を決めるというか、って感じだよな。魔女の、まあ、結城の、判断としては。さようでございますか。イオの平素として冷淡な答えにわずかに顔を曇らすオーナ。これはなんか外部の後見人かなんかなんかな、それとも中の人なんかな。その表情はでも残り2家って言っとったから、その表情は勇気と呼ばれた家に何かしらの特別な感情を抱いているようでもあった。その思いは果たして期待であったか失望であったか。でも過去に何かあった頃からこそ勇気はロンドンに来たんだもんな。この多分お家騒動で。しかし自らを律することに長けた老練の表情からはそれ以上の答えを伺い知ることはできない。我らがひなもりと、木を一にして木でいいのかな、ご本家様より賜いしご神理様を、藩にする御霊増しを今に継ぐ家ともなればいささかの思いの丈はあり申しましたが、ほんの一瞬オーナが発したご神理様という言葉に終始微動だにしなかったイオの体がピクリと反応した。だがそれも刹那のこと。イオは何事もなかったかのように平静に言葉を続けた。最後、災いですが、先代にて廃絶の声明をなされ、宮下傘下の傍流となったため、古来よりの約定により、こたびの継承の儀に関し、提言する権利を持ちません。おう。そういった意味では、今やもう、分家頭立家でなく、分家頭五家と改名する必要があるやもしれませんが。はい。そうでございましたね。名を失ってもそこは中心で知れた災い。報酬の念こそあるいは、とも思ったのですが、残念でなりません。平治の折には伏して研鑽に努めた本家守護役が己をとして、ご宗主様をお守りしなければならないかような国にご凋落されるとは、時流とはあざくも、酷なものでしょうか。時の流れってやつやね。失礼。私としたことが無駄口が過ぎました。いえ、それでは改めまして、
言ってイオが呼気をためた。その刹那、空気が変わった。しりと脳髄までも凍りつかせんとする厳粛の気配。その、様相はさながら視覚なきものを容赦なく排除するかのようにあつらえた神域のごとく。やがてイオは神事の開始を告げる、御事持ちとしてしめやかに言葉を紡いだ。ひもろぎ継承の儀、サニワ人。我が祝い宮伊予の名において問います。第88式目となるこたびの継承の儀に、帰化、ひなもりの当主は何と答えますか？そこで言葉は封ぜられた。なるほどね。このイオさんっていうのは結局、オブザーバーというか、フェイトとかでいうルーラーの立場か。見届け人だから。うん。ね、あくまでも、監視役というか、うん。なんか審判みたいなもんやんな。いい例えが見つからんけど。なるほどね。それに対して、ひなもりの家は、どうするかと。はいはい。継承の儀に。はい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 。しんと積もるように降りしきる沈黙の檻。それは悠久に連なる床岩のごとく。対する二人は互いを映した瞳すらも瞬かず、愛を含み不動をもって言外に付した。ともすれば時に置き去りにされたと誤謬しかねようほど弱膜としたこの部屋で、果たしてどれほどの時間が経ったのか。コンと想図の、風雅な音が粛々と届いた時、なんこれ、本当に長い年月でございました。オーナーの万感を込めた思いがつと紡がれた。あの日、長いお秋とも、思える、赤日の折、恐れ多くも、ご宗主様は一そば使えであった我がひなもり家の女に大役をお命じくださりました。それすなわち、うちに奉仕しご神理様を、連綿と子に伝え、これを五条あるまで守ること。波及10円などと申せば、甚だご無礼のこととは重々と承知しておりますが、よもやこの老骨めが生きている間に、ご宗主様よりお呼びかかるなどとは夢にも思いませなんだ。それでは、主たる五木家宗主様の命をもって命すべし。このおとんたちやんな。そうやんな。おとんは、おとんかおかんか知らんけど、でもおとんなんかな。直哉たちのおとんおかんがこっちの家に頼むぜって。なんかあったら頼むぜっていうこと多分命令したんやろうな。それをその誓いを守るっていう形で多分、ひなもりの家は、それがご本家様の添え刀として刻まれたひなもりの命でございます。そういうことやんな。お見せいたしましょう。ご宗主様に奉る我が最高傑作を。オーナは、祝と立ち上がり、封じられた襖越しへと声をかける。失礼いたします。現れたのは折り目正しい、挙手を見せる年若い女性だった。ひなもりの当主ではなく、ひなもりの家に仕える女中の一人であろう。だが女中の一人といっても、この恐ろしく洗練された所作、そこには一部の失礼はおろか、一輪の隙さえ存在しない。なるほど。終始うやうやしく従した従したオーナがあえて最高傑作などと自得するだけであって、当代のひなもりの当主はよほどの出来なのだろう。だが、何ですと？
平静を有とするオーナがイオの前で初めて風采を崩した。客人に聞こえぬようそば立ててオーナの耳に告げる女中の表情も心なしか困惑を隠せないでいるようだった。わかりました。お前は先に赴き当主に、いや直接私から、お伺いを立てましょう。女中は恐縮しきりといった様子でそのまま退出した。そうして事の次第を伝え聞いたオーナは手間のかかる生徒に振り回される教師のように深い深いため息をついた。誠に申し訳ございません。本来であればこちらから史跡に伺わねばならぬ身の上なのですが。構いません。真偽の進行をつつがなく見定めるのが私に課せられた使命です。たとえそれが地球の裏側に馳せ参じることになろうと、こうして母屋よりほど近しい離れに向かおうと何ら差異はありません。そう言っていただけると恐縮にございます。なるほど。さっき来た女中はあくまでも女中なんだ。で、当主呼んでこいって言ったんやけど、多分当主が何かしらの理由で来ないんやろうな。だからすまねえ、お前から言ってくれんかっていうのをイオに頼んどるってことか。言葉通りにうやうやしく応じ、吐き清められた廊下を先んじて進むオーナとそれに相ぐすイオ。目指す先は剣売の間と呼ばれる離れ、稲森家における鍛錬場にあたる場所であった。先、ほど来出した女中が言うに、当主である雛森さやは一人、剣売の間にこもり、己の鍛錬に、こもっているとのことだった。それはすなわち、雛森に従える者にあって、誰一人彼女に声をかけられる者がいないということでもある。特別そういった決まりがあるわけではない。当主の三枚経を乱そうとも、叱責や長着があるわけでもなく、むしろ下級のようとあっては、たとえ従える主がいかな窮状であっても、声をかけるのが従える者の役目ではある。なるほどね。確かに。だが、果たして、稲森のご当主のこの鮮烈な立ち振る舞いを見て、それでもなお、小生の声を上げられる者がどれほどいようものか。まさしく、彼女はそこにいた。ほーん。確かに。このままでは、確かに。声かけれんわな。行かれそうだもんな。なるほど、そういうことか。なるほどな。確かに。いつでも抜けるもんな。これはダメだわ。息を飲むほど、洗礼としたいでたち。目に映る天下な装いと、それが霞むほど清烈に香る高貴な気配。その容姿の美しさだけではなく、ましてや体育や華美な見目に困るものではなかった。事実、少女、そうと形容して何ら差し支えのない彼女の体は、ともすれば、いとけない、と評されるほどに幼く、あまりに先見としていた。だが、見目に反して清烈に、異様を発するのは2つ。一つは彼女自身がまとう一角の、連達も格やという威圧感。そしてもう一つは、彼女の、脇、わからん。彼女の脇にはおよそ不釣り合いほどの、長大な内刀である。その太刀に迫らんとする重厚な技物は、しかし、一切の、意見もけれんみもなく、少女の、棚頃に抱かれていた。
それより収まりのいい場所は他にないと。彼女より、うまく震えるものを、震える主は他には皆無だと。その様はまるで、いずれあやめが鍵つばた、美をもって丈夫とするか、丈夫をもって美とするか。もしくはそれらが、相重なるがゆえに彼女の持つ玄妙とした美しさに転ずるのか。しかし、どちらも彼女の慶習を表するには至らない。なぜなら、決まって彼女を目にした人間は、そのことごとくが目を奪われ言葉を失うからだ。これは本家付きのお役目方であり、分家長を見定める役にある伊予にあっても同じこと。そやな、あのおばあちゃんに対しても目せず、なんかやっとったやつが言葉を失うほどってことは、そこには賛美も世辞も不要。目して見張ることこそ、彼女を表する最上級の手段である。それが、時系厳しいオーナーをして、一族の最高峰と言わしめる雛森の、当代当主、雛森さや、その人であった。そうしてしばしの間、同目の時間が流れた。誰も彼もが言葉を発することを忘れたように、ただ佇む。オーナはジョージのように眺めやり、イオは片唾を飲んで見守り、技物を携えた少女は獲物を前に気を伺う大鳥のごとく、呼気を練り続けていた。家中、イオが我に返ったのは、サヤが不意につむっていた目を K と見開いた瞬間だった。はぁ？刹那、収束しはぜる連拍の気合。呼気を体内で練り、極限まで高め、小と共に切り出す極限の抜刀。それは、凡百の目には決して捉えることかなわぬ神業。故に、誰の目から見ても明らかにわかる神速の妙義であった。なるほどね。切られたことを気づいてないっていう例のあれか。本家お役目方の意をして、一条の瞬きとしか認識できない電光石火の一撃。走る、刃先が目立つは、島は離れようという、有限な、壺しかしそれは抜刀のさえこそ、真偽魔剣の類と思えたのも、その実、当主の目論みそのものは、剣技に疎い一般人が見ても、無謀としか見えない下策の一刀であった。なるほど、そういうことか。そう、いくら彼女の持つ刀が、それを手にする主の、体を、しのがんとする長大な大太刀であろうとも、刀身の10倍は離れていよう、加賀の対象に届く道理はない。そうやね。そも刀に頼るのであれば、壺切りなどという、絶技は、かの皇太子送電の技物をして可能か否かという、鋭利さが求められる。彼女の手にする刀がどれほど技物であろうが、皇室伝来の名刀と肩を並べられれば、いかんせん分が悪いであろう。はあ、さらには何を言わんや、切り出しく相手は子供であれば、丸々飲み込んでしまいそうな大きな口を開けた壺。いな、水亀と称しても、差し支えない圧巻である。まさか、まさか。当て板を補強した板の間。しかも、健在として比類なき高度を誇る山栗の古材が、わずかとはいえ湾曲すると。
一見してその本質を感化するイオ。はあ。床が歪んだってこと？おそらく、かの、壺には、中になみなみと水が蓄えられているのだろう。片付けめんどくさそうやな。その重さ、推測するにおよそ300リットル。ざっと換算しても、一般家庭の湯船の量も軽くしのぐ水量が蓄えられていることになる。そやな。風呂がだいたい120とか150とか、多くても200だからな。その重量からなる不動さ、堅牢さたるや押して知るべし。あ、なるほど。壺の足元ってことか。壺の足元にめちゃくちゃ硬い木で、作った床があるのに、その硬い木で作った床が歪むほど重たい壺ってことか。だがしかし、いった。乾いた斬撃音とイオの驚愕は同時であった。刀の主と水亀の距離は、加賀の差。加賀との質量差はさらに、東大な差。だというのに、彼女の一刀は確かに水亀を捕らえたのだ。しかも、驚愕はそれで終わらず。はあ、まったく、なんと乱がしいことでしょう。そうつぶやくオーナが、オーナの探索に一体何が、そう問おうとしたイオがさらに見開かれる。じゃあ、イオの瞳がさらに見開かれる。一刀のもとに切り下ろされた水亀に3畳もの水の滴りが、こぼれ出したのだ。まさか。ちょうど、なるほど、そういうことか。あ、わかった。おー、確かに Z だ。一番上の、くびれんところと、入り口のくびれんところと、真ん中を貫く斜めのやつと、一番下だ。一番下のこの縁のところ。だからそれこそ若旦那が卵を切ったような感じだ。水亀のとっくりの部分を真横に一線。そうやね。とっくりの部分、一番上のくびれたところに一線。そこから、毛先切りに筋は流れ、斜めにズドンと入る、水の跡。そこからそこにと。信じられない。抜刀一発で3撃入れたってことか。抜刀1回で3撃を、しかも遠く離れた場所から、これや。先頃、イオを要約して目に映ったのは、剣筋などとは到底呼べぬ、銀線の瞬き。当主の手元は愚か、奪う刀のその残像ですら捕捉することが叶わなかった。振るう刀のその残像ですら、捕捉することが叶わなかった。だのに、その刹那に満たない六徳の間に、彼女は加賀の水亀を3つも切り結んだというのか？かすかに届いたわずかな斬撃の音ですら、一振り分しか聞こえなかったというのに。だよね。キャンキャンキャンで惨劇なんだけど、キャンで3発やん。すごいな。恐れながら申し上げます、当主。何ですか、今のあられもない剣売は、偽名も風流も何もあったものではございませぬ。と、声こそ平静ながら、ありありと、短足の混じるオーナの加減が、イオの思考を中断させた。一枚重戦一部重戦かつ、舞うなれば何よりも、あでやかに、みやびやかに。
そしていざ梢より一刀を振り抜けば、必ずや相手を切って散らして、切りしきるのが、雛森の剣でございましょう。それが何ですか、あの無様な出来は。ちらりとオーナが一別した瞬間、つつつーっとビビたる水漏れであった水亀がみるみるその老齢の量を増し、ついには派手な音を立てて決壊した。イオは声もなくその4つに、断された水亀を見やる。4つ？あ、4つか。斜めに切っとくからな。その切り口、なんと鋭利で滑らかなことか。斬撃からおよそ10秒もの間、自重と内容量を合わせて数百キログラムにもなる質量を止めておくなど、尋常な手だれではない。だというのに、オーナの声は当主の腕を褒めそすやどころか、先にも増してお小言の色合いを濃くする。これでもダメなんか。いくらご本家様よりご状が下されたとはいえ、舞い上がるにも程があるのではございませんか。平時であれば、反国は割れぬ。なるほど。壺があんなにももろく崩れ去ったのが良い所作ですと。おかげで水を受けるいとまもなく、床が水浸しではないですか。ははは。その言葉にイオはもはや舌を巻くほかなかった。あの大亀の切り口を30分以上も貯めておいて、平時の手並みなどというのであれば、非常時にはどれほどの冴えを見せるというのか。なるほどね。普通に切ったそうか。なるほど。そういうことか。まず、壺を用意します。中に水いっぱい入れます。構えて切ります。そしたら、その後に水を抜きます。で、30分後に壺が割れます。っていうのもできるってことか。なるほど、なるほど、なるほど。それが平時なんだな。だから床を汚したことにばあさんは怒っとんやな。なるほどな。だって10秒くらいしか持たんかったもんな。なるほど。確かにそれを考えれば。だから言ったやろ、掃除する手間大変やんって。すごいな。だから本当に非常時には、冴えに冴え渡った時は、多分あれやろうな、切られたことに、ほら、たまにルパン三世であったやん。ルパン三世だったっけ？なんか五右衛門に切られた人もさ、なんか時間差だったしさ、あと何やったっけな？何やったっけ？ど忘れしたな。なんかあったんよ。なんか犯人みたいなその悪玉を捕まえて、土の中に埋めて、で、剣の達人がそいつの首をスパーンと切ったんだけど、あまりにも切り方が綺麗だったから、ちょっとでも動けば、お前の首は落ちると。そのまま黙っておれば、縫合とかでなんとかなるからっつって。なんかそういうこと言ったら何の作品やったっけな。忘れた。ルパンではなかったような気がするな。なんだったやろ。まあいいや。別の作品の話すんなってことや話だよな。ごめんね。雛森の女たるもの、行重座がごとく、かのごとくあれ。そう幾度となく口を酸っぱくしてお伝え申し上げたはずですが、ましてや親方様の御前でかような振る舞いをされては、当主の炊飯を任されたこのバーの立つ瀬がございませぬ。ピシャリと音が聞こえそうなオーナの折檻。そこでようやく、雛森の当主である少女は面を上げた。その年端もいかぬ幼げなかんばせを向け、まあ驚きました。いつからいらしたのですか、大叔母様。などと一遍も悪気もなく朗らかに。驚いたと口にする当人が一番驚いた風もなく、少女は品のある微笑みを浮かべながらうやうやしく礼をした。
それにまあ、伊予様まで。わざわざかような場所にまでご足労かけて、申し訳ありません。それにしても、お久しゅうございますね。こうしてまたお会いできて、さやは嬉しく存じます。当主。ともすれば、これ。主奪に、過ぎる酒ではないの。に過ぎる当主の対応を咎めようとする王の。だが。いえ、構いません。こちらこそ、再びお目文字がかない光栄です。ひなもりの当主。それどころか、素晴らしい剣の手並みまで披露していただき、歓迎の儀としてこれ以上のものはありません。伊予は気に留めた風もなく、やんわりとオーナーを制して少女に答えた。確かに、そろそろばあさん止めとかんと話が進まん。いえいえ、未熟な腕でございますよ。お見苦しい真似をしてしまい、恐縮至極に存じます。高ぶる気持ちを抑えようと、つと瞑想にふけっていたのですが、気がつけば、鎮静に足るどころか、剣舞にうつつを抜かしてしまいまして、お恥ずかしい話ですが、まだまだ就寝の足りない不詳の身でございますゆえ、どうかお許しを。これで修行だったらもう世の中終わりだよ。はあ、瞑想違いではありませんか、当主。まあ、大叔母様。うまいことをおっしゃいますね。公言ではなく還元です。そもそも本来であらば今は、雅楽かの時間でございましょう。雅楽だったっけ、雅楽だったっけ。一体何をどうすればここまで手にするものをたがえられるのか、バーにはほとほと理解しかねます。申し訳ありません、大叔母様。今日は朝からややこ様が大層お元気であられたものですから、ついさやも嬉しくなってしまい、あられなく気が流行ってしまったのです。幼げな体育とは裏腹に、ろうけた微笑みを浮かべ、長女はまるで生まれくる我が子を、なんやこれ、慈しむだったっけ、忘れた。しむかのように自らの腹を撫でる。その仕草はもはや少女というより艶やかな女のものであり、女というより明らかに福育とした母親のそれであった。当主、ややこ様などと、新安立てに呼ぶのはおやめください。では、魔導書様とお呼びした方がいいでしょうか。当主、ご神理です。なるほど。あらあら、世事に疎いとバカにされないように、しっかりとそば役に聞いておいたのですよ。今やもっと失礼。それいけ。あらあら、世事に疎いとバカにされないように、しっかりとそば役に聞いておいたのですよ。今や世間では魔導書と称するのが今風ではないのですか。あらあら、世事。そのようなトライの名でいたずらに由緒を貶める真似はおやめください。歴の重みを何と心得ますか。なるほどね。でも、かっこいいですよね、魔導書って。報酬ごめんなさい、冗談です。意外とお茶目だな。一品一生、人へのごとし。延然と総合を崩す少女と、さらに増してため息の多くなるオーナ。なるほど。こうしてみれば明らかにオーナより少女の方が、上手であった。上手であった。金言しかりとしたオーナを前にして、この振る舞いよう。
一族最高傑作はまさに傑作の名の通りの天賦の剣の才だけではなく、その器においても傑物のようだ。ああ、しかしながらそうでございましたか、イヤ様。ちっちゃ、かわいい。あなた様がお役目方としておいでになられたと聞いて、ようやくややこ様が血気盛んだった理由が分かりました。きっとややこ様もお感じになったのでしょう。ご宗主様が自分をお呼びになるお声を。優しく胎盤を撫でさすりながら微笑むさや。なんでお腹撫でとるん？その姿はさながら我が子に腹を蹴られたと、気色満面する妊婦のようでもあった。そうですか。断症が覚醒を。ほう。長きにわたる大役ご苦労でした。宗主に代わって礼を申し上げます。雛森の当主よ。幸いだったのは、本家より下賜された断症が良き諸艦隊に恵まれたこと。どうやら石寺の宗主の英断に間違いはなかったようです。もったいないお言葉でございます、イヨ様。もとより雛森の女はそれこそが生きる意味でございますれば。さやの言葉に絵心が言ったのか、それとも彼女の言葉は最初から予想の範疇だったのか。イオは、保護するように背き、そして改め、さやを見つめた。わかりました。ならば改めて、ひもろぎ継承の儀嵯峨人、我が祝い宮伊予の名において、雛森の当主に問います。第88式目となるこたびの継承の儀に、帰化、雛森当主の賛否の返答を。ぜひもございません。ご宗主様をお守りしてこその雛森の名にございますれば、謹んで宗主様の継承に賛同させていただきたく存じます。神事に携わる巫女のごとく、かしずく雛森の当主。それを受領するは、神事を司る神主のごとき本家の使い人。今ここに一つの契約が交わされた。主にあだなす御敵がいれば、そのことごとくを切りしきり突き破り打ち砕き、また旧敵が主に刃を向けようものなれば、その一切を我が身で受け止め抑え込み守り抜き、主の刀としてこれを打ちこれに打たれ、されど朽ちることなく折れることなくたわむことなくこぼれることのない主の刀であり続け、我が力我が思い我が魂のその前例を主に捧げ奉納し法廷し献上し、この造語この樹木この手足その五体のすべてをもって主に応え主に仕え主に従い、そして主の命以外にとらわれることなく、かしずかずうなずかず欲さず、ただ主の意を満たすままのそばめとして存在し、主以外を慕わず、主以外を信じず、主以外を望まず、主以外に感じることのない主の添え刀として、とうとうと紡がれるシーカのごとき、契約の祝辞。名手約定の御事のりに従い、我が雛森の末女雛森さやは今この時より次期宗主にあられまする五木の直也様を永遠の主と崇め奉る、悠久と尊い従うことを天地神明と我が名にかけましてここに誓いいたします。少女は涙湖面のような清烈とした面持ちのまま神聖なる誓いを立てる。我は刀、一振りの刀であり、それを治めしさや雛森さやにございます。さやなるほどな。そうして最後に祝と言葉を閉じ報じた後、少女雛森さやは
ほころぶつぼみのように微笑みを咲かせた。だってさ、だってさ、だってさ、ちょっと待ってね。いや、すごくね？このレベルでもう仲間になった時点で勝ちやん。だってこんな、なんか継承戦なんか家のお家騒動これが味方についた時点で勝ちやん。しかも、でもあれなんやろ他の3家っていうのは、これがおるにもかかわらず、勝ちの算段があるからこそ、ね、樹の家に反旗を翻そうとしとるわけやろ。どういうことや。恐ろしすぎるだろ。このレベルでそういくか。すごいな。いやでも可愛いね、すごく。めちゃくちゃ可愛いね。はい。ではそのまま行きましょう。